あれからトレノは生まれ変わった。ホイールも変わり、2、3センチとはいえ、車高も下がって、マフラーも入って、すっかり気分は走り屋になっていた。あの日、店長からのオフルとして譲り受けたパーツは、ホイールがシルバーの渡辺8スポークで、エンジンルームにはパワーバーが入り、足回りも田辺のサスと茅場のアブソーバーが入り、ブレーキもパッドとオイルを交換した。そしてマフラーは触媒レスのマフラー。しかもこのマフラー、結構な音量であった。今の時代では想像もできないことであるが、30年ほど前の当時は触媒レスで街乗りをする走り屋も少なからず存在していた。この2、3年後には触媒レスの車両が街乗りで走るのは情勢的に厳しくなったが、当時の車雑誌においてマフラーが掲載されるページでも競技用と車検対応用と2択で記載があったほどであり、普通に販売もされ、車のパーツショップでも普通に取り付けてくれた時代でもあった。当時、特にターボ車に乗る若者は触媒レスのマフラー出口にサイレンサーをつけるなどして対策したりと、30年ほど前はそんな時代であった。そして全てのパーツ取り付けの作業が終わったのは真夜中であった。真夜中ではあったが、自分はテンションが上がり、家にはまっすぐには帰らず、いつもより遠回りをして帰宅したのであった。大学の授業が終わり、自分は学校帰りに彼女と会った。車の中で彼女は随分と車の印象が変わったんだねと話していたが、自分がトレノに装着した足回りは初級者向けのサスペンションであったので、強度はそこまで硬くもなく、車高も2、3センチダウン程度のものであったが、とはいえノーマルだったトレノと比べて段差のたびに突き上げやガシャガシャと音を立てたり、ブレーキを踏めばキーキーとうるさい音を出し、気を使ってアクセルを踏むものの排気音は結構な音量であった。それからというもの、彼女には自宅から少し離れたところで降りてもらうこととなった。30年前の当時はこんな時代でもあった。自分は新しく生まれ変わったトレノを店に、みっちゃんの家に向かった。おう、早速86をいじったんだな。取り付けた足回りは初歩的なパーツばかりだけど、とりあえずはそれっぽくなったじゃん。よし、じゃあ走り方を教えてやるから、今から峠に行こうぜ。ということで、自分はみっちゃんに横に乗ってもらい、峠に向かった。いつもみっちゃんが走っているこの峠では、T 字路の入り口を分け、左側が中上級者向けの本コースと、右側が初級者向けのエントリーコースとなっており、週末とはいえエントリーコースでは車の台数も少なく、ギャラリーも存在しないコースであった。まずはエントリーコースのスタート地点近くに車を寄せ、車の中でみっちゃんに峠の基本的な走り方の説明を受けた。実は走り出す前の自分はただ単に恐怖心の方が勝っていたのだが、アクセルを踏んでスタートした。みっちゃんが言うには、まず走りの基本は送りハンドル、アウトインアウトの
ライン取り。二足キープ。コーナー手前でのブレーキによる多重移動。そしてクリップつけてのアクセルオン。というまずは基本的なことを教わった。この日自分はすでに5、6本ほど繰り返し走っていた。峠の走りに自分は夢中になっていた。足の限界を感じるためにはもう少し踏み込みが必要だけど、でもメル、いい感じしてるよ。そしてこの後も自分はガソリンがなくなるまでひたすら走りまくった。この後自分とみっちゃんは週末のギャラリーが大勢いる本コースに移動した。すると自分は一台の車を見かけた。異様なオーラをまとった一台の86レビンが止まっていた。みっちゃんはこの峠の主だと言った。